皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍が敗北し、そして撤退したスネーク島のその後について取り上げようと思います。以前、スネーク島はウクライナ軍から執拗な反復攻撃を受けて、ロシア軍の守備隊の兵士が数多く亡くなっている島だとして紹介しました。その後、攻撃が繰り返されることに耐えきれなくなったロシア軍はこの島を捨て撤退しました。この時ロシア軍が残した捨て台詞というのが、善意によってこの島から撤退したんだというふうに述べて、これがまたインターネット上ではかなりの笑い物になっていました。善意があるのであれば、そもそもウクライナに本格的な侵攻などしなければ良いのではないか、そういったツッコミが入るわけです。そしてこのほどウクライナ軍はスネーク島に兵士を送り、ウクライナの旗を改めて立てて、ここは我々の領土であると宣言を行っています。その時の映像が公開されたので見てみましょう。公開された映像はどうやらスネーク島にドローンを飛ばして、そのドローンから前景を撮るような形で撮影が行われています。公開された映像を見ると、少なくとも上陸したウクライナ軍兵士はそれほど多いわけではなかったようです。ただし、この島には今のところ破壊されたわけではない手つかずのどうやら兵器が残されていたようで、ロシア軍のトラックもしくは燃料タンクなどが残されていたそうです。ちなみに、わざわざ兵器を残していたんであれば、そのままウクライナ軍にいずれ接収されるだろうというのは分かっていたはずですが、なぜこのようにして残されていたのかについても話しておきましょう。ロシア軍は撤退するときにおいては、こうした兵器を破壊することに関して周知徹底を行っていなかったようです。逃げる際には足の速い小型艇で兵士が乗り込んでさっさとこの島を去ったということです。さすがに破壊していない兵器を残したままであれば、ウクライナ軍にそのまま接収されてしまいます。そのため後始末としてロシア空軍が爆撃しに来るのですが、これがまたひどい映像になっています。この様子はウクライナ軍によって撮影されたのですが、爆弾は島から外れ海へと落ちているものが何発かあります。つまり誰もいない島を攻撃するにもかかわらず、ロシア軍はこの攻撃に失敗しているのです。さらに言うと、この攻撃は一度しか行われていなかったようで、完全な破壊などをしていない、かなり爪の甘さが目立つ攻撃となっています。そしてここ最近の変化の一つが、アメリカから供与されたハイマースの攻撃映像、そしてその戦果についての報告などが相次いでいます。これは今まで届かなかった距離に対する攻撃ができるために、ロシア軍にとっては油断していた、つまりたくさんの兵士であったり弾薬などが集まっている場所に対する攻撃が可能になり、それによって目立って大きな被害が出ているからだと考えられます。ここ最近で一番大きな戦果を上げたと言われているのが、ロシア軍に占領されている空軍基地に対するミサイル攻撃で、この時は離れた場所からでも分かるほどの大きな火災、爆発が発生したようです。これに伴う死傷者数は数百人に上ると言われています。ロシア軍によるスネーク島からの撤退がずさんで、兵器がそのまま手つかずのものが残っていた。しかもそれらを改めてロシア空軍が破壊しようとしたんだけど、これもまた失敗してそのまま放置した。そしてそのままウクライナ軍がやってきて旗を立てて無傷のトラックなどを発見するという、ちょっとおかしなことになっています。このようなおかしなことというのはロシア軍にとってはよくあることかもしれません。そしてウクライナ軍はこの島を占領するにあたって大した兵力を送り込んでいないというのは、私から見れば良かったなと思っています。というのも、以前の動画で解説を行いましたが、島というのは決して動くことができませんし、またこの島は大きな桟橋があるわけではないので、大型兵器を持ち込むのは非常に難しい場所です。ですから激しい攻撃を受けて島の守備隊がかなり被害が出るところです。ですからロシア軍がいた時はウクライナ軍にとっては良い標的だったけれども、逆に今度はウクライナ軍がこの島に大規模な守備隊を送り込んでしまうと、今度はロシア軍からの攻撃によって多大な被害を出す島になってしまいます。ですから旗を立てて、ここはあくまでもウクライナ領土ですよということを確認した後においては、必要最小限の人員を残すか、そもそも人員を残さないようにしてこの島にロシア軍が近づいたんであれば、その時に改めて対空ミサイル、対艦ミサイルなどで追い払うというのが一番良いでしょう。それでもロシア軍が上陸して守備隊を改めて置くというのであれば、今度は再びの攻撃で榴弾砲で砲撃するなりミサイルを撃ち込むなりして
繰り返しロシア軍に多大なダメージを与えればよい、そのような場所なわけです。そして、供与された兵器が少しずつ成果を上げているよというニュースを挙げましたが、ここ最近においては、イギリスから10台程度の自走砲を送るよというニュースなどが流れています。ただし、このニュースに付随して出てきているのが、イギリスにおいては政治的な大きな動きが出ていることです。それはイギリスのジョンソン首相が国内政治の失勢に伴って辞任を表明にするに至ったという報道です。このニュースは今後どうなるかについてはまだまだ流動的なため、次の首相が決まるまでまだ首相の座に残ったままでいるのか、それともすぐさま辞めて新しい首相と内閣の組閣に取り組むのか、このあたりについては少し流動的です。しかし、そのような政治的な動きによってイギリスが今後どのように動くかといったことは、ウクライナ情勢に関しても影響を与えることは間違いありません。なぜならば、イギリスは他の国々に比べると、アメリカに次いで基本的には軍事支援に積極的な国だったからです。現在においても、ウクライナ軍兵士を受け入れて訓練をするといったことや、直接的な兵器供与なども進めています。また、ジョンソン首相自身もいち早くウクライナの首都キーウに乗り込んで、ゼレンスキー大統領と首都キーウの街を2人で散歩した映像などが流れました。この2人が散歩した時期というのはまだまだロシア軍によるミサイル攻撃などが行われていた時期であって、決して安全な状態ではありませんでした。そのような時にウクライナに乗り込んで、そして支援を表明するということは、少なくともウクライナ支援という意味では大きな動きだったわけです。今後ジョンソン首相が辞任し、それに伴う新しいリーダーが誰になるかといったことは決して無視できるわけではありません。議会選挙によって議会の勢力が変わったわけではないので、イギリスの与党自体は別に変わりません。しかし、リーダーが誰になるかによって結構政策変わりうることは十分考えられるからです。例えば、ドイツ、フランス、イタリアなどは NATO 首脳国の中心的なメンバーなわけですが、ウクライナ支援に対しては中途半端な姿勢を見せていて、現在の情勢から言えばロシア軍の占領地域が広がっているにもかかわらず、ロシア側となんとか話し合いを持って停戦できないかと模索する、そのような動きさえ見せています。一方でアメリカとイギリスはロシア軍に多大な領土を占領された状態での停戦協議など非常に危険な行為だと考えて、軍事支援を継続することを望んでいます。ですから、このような NATO 内におけるどちらの方が優勢かといったことに関しては、ジョンソン首相が抜けて、もし次の首相がウクライナに対する軍事支援を縮小する方向になってしまったら、今後の情勢に与える影響というのも非常に大きくなってしまうのです。逆に言えば、イギリスの次の首相がもっともっと踏み込んで軍事支援を行ってくれれば、情勢は一気に変化する可能性があるだけに、不安材料であるとともに、ほんのちょっとの希望はあるということを思って、この事態の推移を私は見守っていこうと思っています。ウクライナ軍がロシアに占領されていたスネーク島に改めて上陸し、ウクライナの国旗を立てました。これに伴って少なくともロシア軍の領土主張といったものを退けることができるわけで、攻め込まれているウクライナにとっては一つ奪還したという形を残すことができました。一方、陸上ではまだまだ激しい戦いがあちこちで起こっている状況であって、決してウクライナ軍にとって順風満帆な状況ではありません。ですが、ウクライナに対する軍事支援というものが継続的に行われ、ロシア軍の息切れを待つ、そのような忍耐強ささえしっかりと持っていれば、私はいずれ今回見られたような奪われた土地に対してウクライナ軍が改めてウクライナの国旗を立てる姿というのも見られると思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。また投げ銭機能もありますのでぜひともご利用していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。